プロローグ日常の中の異変。新幹線のホームに響くアナウンスと、絶え間なく流れる乗客の波。観光客、ビジネスマン、学生たちが、せわしなく行き交っている。午後の柔らかな日差しが、東海道新幹線のプラットフォームに斜めに差し込む。警察犬豊は、じっとその琥珀色の目で人の流れを見つめていた。身体を低く構え、鼻をひくつかせて周囲の匂いを確認する。その姿勢は、ただの警戒というよりも、鋭い直感に突き動かされているようだった。どうした、豊？警官慶太郎は、豊の様子がいつもと違うことに気づいた。彼はもう5年も豊とパートナーを組んでおり、その仕草や行動の一つ一つを理解していて、豊がこうして緊張するのは、何かが起きる前兆だった。隣のホームから新幹線が滑り込む音が聞こえる。いつものように、乗客が列を作り、ドアが開くと同時に、一斉に乗り込み始めた。そんな日常の光景に、豊は鋭く反応する。その瞬間、豊が低くうなった。普段はめったに出さない、深く切迫した音。慶太郎は身を固くし、視線を豊の先へ向けた。豊の目線の先には、一人の男が立っていた。黒いスーツに、銀色のキャリーバッグを持った中年の男。外見は普通のビジネスマンに見えるが、豊はその男に対して異常なほどの警戒心を見せている。何かあるのか。慶太郎の脳裏に、一瞬、不安がよぎった。一不審な動きと直感。午後3時10分。乗客の波が収まり、新幹線のドアが開いた直後、その男は周囲を警戒するように見回した。慶太郎の目には、その視線が明らかに不自然に映った。豊、行くぞ。豊は慶太郎の声に反応し、スムーズに歩き出した。二人は静かに男の後を追う。男はキャリーバッグを引きながら、新幹線の車両へと乗り込んだ。その時、豊が低くうなり、鼻を鋭く動かした。まるで何かを嗅ぎ取ったように。慶太郎は無線に手を伸ばした。慶太郎から本部へ。豊が不審者に反応。東海道新幹線5号車にて追跡を開始する。本部からの応答が返ってくる。了解。応援を要請する。慎重に対応せよ。慶太郎は緊張感を感じながら、新幹線に乗り込んだ。男は座席の奥に座り、キャリーバッグを膝の上に置いている。豊はそのバッグに視線を固定したまま、低くうなり続けていた。緊迫の追跡と対峙。新幹線が間もなく発車する。車内は混雑しており、立っている乗客もいる。男はその中に溶け込むように座っていたが、キャリーバッグを異様に大事そうに抱えていて、慶太郎は男に近づきながら声をかけた。すみません、ちょっとお話を伺ってもよろしいでしょうか。男は一瞬、驚いた表情を見せたが、すぐに冷静を装い答えた。何か問題でも？定期点検です。キャリーバッグの中身を確認させていただけますか。慶太郎は穏やかな口調を保ちつつ、鋭い目つきで男を観察していた。その時、豊がさらに低くうなり、バッグに向かって鼻を鳴らした。男の表情が一瞬でこわばり、キャリーバッグを強く抱えた。開けていただけますか。男は目を伏せ、バッグを皿に引き寄せる。その瞬間、慶太郎は直感的に感じた。何かがおかしい。開けてください。慶太郎の声に緊張がにじむ。豊も男を睨みつけている。次の瞬間、男が立ち上がり、キャリーバッグを抱えて走り出した。
狭い車内を人々をかき分けながら逃げようとする。待て。慶太郎は叫び、豊と共に追いかけた。出発直前の新幹線内の追跡駅。新幹線は間もなく発車する。男は前の車両へ逃げ込んだ。混雑した通路をかき分け、人混みを利用して逃走を図る。豊は男の匂いを嗅ぎ分け、正確に追跡していた。花を地面に近づけ、一瞬たりとも匂いを見失わない。豊、前だ。慶太郎は必死に豊の後を追う。男は次の車両へと逃げ込んだが、豊はその後を追うように突進した。男が非常扉を開けて、隣の車両へ移動しようとした瞬間、豊が飛びかかった。驚いた男がバランスを崩し、キャリーバッグが床に転がった。そのバッグが開き、中からは黒いケーブルが巻かれた装置が見えた。爆発物だ。慶太郎は息を飲み、無線に叫んだ。爆発物を確認。新幹線を緊急で発車停止させろ。新幹線緊急発車停止と機器の中での決断。新幹線が突然の緊急停止を告げるブザーが流れた。車内は混雑した乗客のざわめきが一気に広がる。慶太郎は素早く無線に向かって叫んだ。爆発物を確認。新幹線は発車停止。周囲の車両の避難を優先してください。車内の警報が鳴り響き、乗客たちはパニック状態に陥った。だが、慶太郎の隣で豊は全く動じず、キャリーバッグをじっと睨みつけていた。豊、バッグだ。安全な距離を保てて。豊は一瞬慶太郎を見上げ、命令を理解すると静かに後退した。だが、警戒心を解かずにバッグから視線を外さない。爆発物処理班を要請する。乗客の避難完了まで、豊は外でバッグを見張っていろ。バッグの中からは、不気味な電子音がかすかに聞こえた。慶太郎の脈拍が早まる。カウントダウンか。頭の中で最悪のシナリオが浮かび、冷や汗が背中を伝う。爆発物処理班と豊の指名。ほどなくして、爆発物処理班が防護服に身を包んで到着した。隊員たちは慎重にホームに置かれたキャリーバッグを取り囲む。慶太郎は豊と共に安全な距離から様子を見守っていた。豊、お前の鼻は正しかったな。豊は鼻を鳴らし、尻尾を軽く振った。自分の仕事に対する誇りを感じているようだった。処理班のリーダーが慶太郎に近づき、低い声で言った。電子装置を確認した。おそらく遠隔操作の可能性がある。バッグには複数のワイヤーが接続されている。遠隔操作。慶太郎は眉を潜めた。その時、豊が再び低くうなり始めた。視線の先には、ホームの向こう側で携帯電話を操作している男がいた。まさかリモコンの操作か。豊、あの男だ。慶太郎が叫ぶと同時に、男は豊の視線に気づき、驚愕の表情を浮かべた。そして、携帯電話を握ったまま逃げ出した。待て。慶太郎は豊と共に全速力で追いかけた。爆発物処理班の指揮官が叫ぶ。遠隔操作の可能性あり。追え。緊迫のカウントダウンと真相の暴露。男は階段を駆け上がり、新幹線のホームから外へ逃げようとする。慶太郎は息を切らしながら無線に叫んだ。不審者を追跡中。遠隔操作の疑いあり。豊は男の匂いを正確に嗅ぎ分け、先行して走り続けた。その俊敏な動きに、慶太郎は信頼を寄せていた。絶対に逃がさない。男は非常階段に飛び込み、エスカレーターを逆走して逃げ出した。だが、豊はその動きに惑わされることなく、男の背後に迫っていく。
豊、行け。慶太郎が号令をかけると、豊は低く身をかがめ、一気に飛びかかった。男の足に飛びつき、転倒させた。くそこ。男は転びながら携帯電話を操作しようとする。慶太郎はそれを見逃さなかった。バッグのカウントダウンを起動するつもりか。やめろ。慶太郎は男の手から携帯電話を叩き落とし、地面に転がったそれを靴で踏みつぶした。液晶画面が砕け、操作は不可能になった。お前が仕組んだのか。男は憎悪に満ちた目で慶太郎を睨みつけ、吐き捨てるように言った。爆発は止まらない。カウントダウンは自動起動だ。自動起動。時間がない。豊、戻るぞ。豊は慶太郎に忠実に従い、新幹線に向かって駆け戻った。心臓が痛いほど鼓動し、息が乱れる。カウントダウンが自動起動している。解除できるか。爆発物処理班のリーダーが緊迫した表情で叫んだ。解除コードがないと無理だ。残り時間はあと2分。時間がないでも、やるしかない。豊、お前ならできる。慶太郎は豊にキャリーバッグを指さした。豊はバッグに近づき、鼻を近づけて匂いを嗅いだ。どれが起爆装置のワイヤーか嗅ぎ分けられるか。豊は一瞬、慶太郎を見上げた。その目には、確固たる信頼と決意が宿っていた。絆と信頼の先に。豊はバッグの中のワイヤーに鼻を近づけ、一つ一つ確認するように嗅いでいった。そして、ある一本のワイヤーの前でピタリと動きを止め、低くうなった。それか。処理班のリーダーが一瞬の迷いもなく、そのワイヤーをカッターで切断した。無言の緊張が車内を包み込む。一瞬、時間が止まったかのように静寂が訪れた。そして、何も起きなかった。解除成功。乗客たちの歓声と安堵のため息が交錯する中、慶太郎は豊を抱きしめた。お前は本当にすごいな豊。俺の最高のパートナーだ。豊は嬉しそうに尻尾を振り、慶太郎の顔をなめた。彼らの絆は、何よりも強い信頼に裏打ちされたものだった。新幹線警察兼豊時計関係太郎の物語は、危機を未然に防ぎ、彼らの絆をより一層深めた。これからも彼らは、東海道新幹線を守るため、共に走り続けるだろう。彼らの冒険は、まだ始まったばかりだ。